ペットの代表格である犬と猫、飼い主に忠実な犬、人間に媚びない気ままな猫と、性格や習性は違いますが、それぞれに魅力があります。以前は犬の方が猫よりも飼育頭数が多かったのですが、近年は猫の飼育頭数が犬よりも増加しています。猫は散歩の必要もないため、飼いやすいことが大きな理由のようです。猫はマイペースで自由奔放な性格ですが、その割には急に甘えてきたり、そばに座ってきたりと、そのギャップに心を奪われる人も多いようです。そんな癒しを与えてくれる猫ですが、ペットとして家族に迎えられることが多くなった分、捨てられてしまう猫も多くいることは悲しい現実でもあるのです。そこで今回は、飼い主に捨てられた猫の2つの話をお伝えします。動物は話すことはできませんが、感情はあります。捨てられてしまった動物の気持ちを考えると、心が痛みます。猫には9つの命があるとはよく言ったものです。猫のハニーケーキは何度も忍び寄る死の危険を避け、なんとか幸せな猫生を手に入れました。ハニーケーキは、まず幼い頃、最初の飼い主に車の窓から放り出され、一度生死の境をさまよいました。その後、保健所で保護されることになりましたが、里親が決まらず、殺処分が決定してしまいます。ハニーケーキは、その穏やかな表情からは考えられないほど、壮絶な猫生を送ってきました。まだ可愛い盛りに元飼い主に車の窓から投げ捨てられ、全身に大怪我を負いました。その後、保健所で何とか回復するも、引き取り手が見つからず、殺処分が決まりました。しかし殺処分直前に、ハニーケーキの猫生は大きく変わったのです。ある日、地元の動物保護施設で働く女性が猫を引き取ろうと考え、ハニーケーキのいる施設にやってきました。女性はハニーケーキを一目見た時にすぐ運命を感じたといいます。ハニーケーキには今まで家族がいませんでした。抱っこしてくれる誰かのいる毎日をずっと待ちわびていたハニーケーキは、2度の死の危険を見事にかいくぐり、やっと本当の飼い主を手に入れることとなったのです。初めて抱っこした時、ハニーケーキはまるで「ありがとう」というように何度も私の顔を舐めてくれたんです。と飼い主女性は語ります。その日のうちに引き取る手続きを済ませ、本当の住居を得ることとなりました。そして不幸な今までとお別れするべく、ハニーケーキは名前をフィネガンと改名しました。フィネガンとなった今も大好きな飼い主さんの顔を舐める癖は変わらないようで、毎日のように抱きついて甘えてくるそうです。心身ともにフィネガンが元気になるのはまだ難しいかもしれませんが、もうフィネガンは一匹ぼっちではありません。信じられる家族がいます。フィネガンの新たな猫生は始まったばかりなのです。世界中で古くから言い伝えられている猫に九章ありということわざは、数千年の時を経て、なかなか死なない、しぶといといった意味合いで多く用いられていますが、いつの時代であっても猫の命は一つしかありません。しかし、死の危険を一回かわすことを一生として数えるならば、九章を全うすることも決して不可能ではないことなのでしょう。何度も困難を乗り越えてきたフィネガンの猫生は、前半は辛いことばかりでしたが、今後は残る7つの命をフルに使って幸せいっぱいに生きていってほしいですね。続いて、ある獣医のもとにシニア猫が運ばれてきました。安楽死を選びたくなかった獣医は、そのまま飼い主へ立候補しました。動物に優しく詳しい獣医さんのもとには、自然と様々な問題が寄せられます。どうやら海外でもそれは例外ではありません。海外掲示板に老病を保護した獣医さんが写真を投稿して注目を集めました。画像にはリラックスしきった様子で眠る猫が写っています。毛並みもよく、安らいだその表情からも、飼い主さんに可愛がられているのがよくわかります。この画像には、
去年、うちの動物病院の前にこの子がやってきた。飼い主さんがもう飼いたくないという理由で安楽死のためにうちにこの子を運んできたんだ。16歳とはいえ、十分に健康な猫を安楽死させることにひどく抵抗があった私は、代わりに里親を探すことを条件に引き取った。けれども16歳の猫の飼い主になりたいという人もなかなか見つからず、代わりに我が家で飼うことにしたんだ。今では彼女は輝くばかりの猫生を歩んでいるよ。と、キャプションが添えられていました。16歳でマイホームを追い出され、安楽死から一転、真の家族のもとに引き取られたこの猫に関する掲示板を見た人の反応は、そんなに長く一緒に暮らした動物にどうしてそんなことができるんだ。投稿者、代わりに子猫を飼いたくなったんだって。最低だ。次はその子猫たちが心配だよ。最悪な気分だよ。我が家の猫も16歳だけど、もう家族の一員だし絶対そんなことしたくない。怒ってるみんなの気持ちわかるよ。我が家にはまだ4ヶ月の子猫がいるけど、もうすでにもしこの子がいなくなったらって考えると、もう何もできる気がしない。それが普通の人間なんだよ。多分主の元に来た奴らはもともと心が死んでる人なんだと思う。そんな奴のところにもらわれた子猫が気になるよ。人間の中には非常に現金な奴もいるからね。獣医代が惜しくなって老病を手放したとかそんなところかも。引き取って2週間の子がいるけどいない生活がもう想像つかないけど、16年間一緒に暮らしてきたのに考えられない。投稿者、悲しいけどどんな奴でも動物を変えてしまうっていう真実があるんだ。絶対悪質なブリーダーなんて助けたりしない。困ってる子の飼い主になるようにしたい。ペットのネグレクト、ブリーダーに関しての適切な法律がないっていうのが大問題な気がする。このポイントが解決されたらだいぶ変わるよ。このシニア猫に対する扱い方を見ると、子猫に飽きた飼い主が将来的にやりそうなことが見えてくるよね。どうやったらこんなに動物に対して愛のない人間になるんだ？投稿者、この子に第二の猫生をくれてありがとう。本当によかった。ペットは動物であっておもちゃじゃないっての。新しいのを買うことで自分のレベルが上がったとでも思ってるのかな。投稿者、みんな猫に対する愛情ある言葉をありがとう。我が家の猫は本当にいい子なんだよ。肝臓の病気を患っているけど、私の家にいる限り看護は絶対にやめない。今の目標は、この子がより良い暮らしをできるよう努力をすることだと思ってるよ。など、コメントが寄せられています。災い転じて福となす、とはよく言ったものですが、この猫も幸福に近い何かを手に入れられたのではないでしょうか。動物は小さい頃はもちろん可愛いけど、猫も犬も年を取ってからじゃないと得られない絆みたいなものって必ずあるように思います。素敵な人に出会えた猫さんがこれから幸せな日々を送れることを願わずにはいられません。たった一度きりの人生を幸せに暮らしたいと願う思いは人間も動物も同じです。ペットとして動物を飼い始めた人は最後まで責任持って世話をしてあげなければなりません。家族として迎えたその尊い命を守る行動をしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。